誰彼構わずとにかく胸を盛るという神をも恐れぬ作風で一気に界隈で有名になった悪魔的イラストレーターモアチェストロレーヌのせいで新作を描くことに抵抗があるのでトレーナーに助けを求めるメジロドーベル。助けてトレーナー。忙しいから無理です。そう？ありがとう。ドボ先生。俺は無理って言ったんだが。いやーね、なんだかんだ言いながら最終的には助けてくれるじゃないの。だったら余計な茶番はいらなくない？勘違いするな、それらは仕方なくだ。またそんなこと言っちゃって、照れ隠しはいらないってば。いいじゃない、愛する担当馬を助けることなんてトレーナーとして当然のことよ。助けられて当然だとか思うなよ。でも学園を見てるとどのトレーナーも担当の子を助けてあげてるわよ。今日だって何人も見たわ、トレーナーにお願いしてる馬娘とそれに応えるトレーナーをね。ほう？そうね。例えば。まずはビブロス。どんなお願いをしてた？どこかセレブなお店でセレブな食事がしたいって。ビブトレさんはじゃあ吉野家にでも行くかって簡単に応じてたわ。セレブらしく卵、半熟卵、ネギ卵の卵3貫もつけていいぞって言われてビブロスったら子供みたいに喜んでたわね。子供だからな、実際。まああの子は愛され末っ子属性だし頼まれたら断れないだろうな。それにトレーニング自体はしっかり真面目にこなしてるしそれくらいのご褒美はあってもいいだろ。私は？印刷所に愛されるようになってからその質問をしてくれ。けど私勝ってるわよ。エリザベス女王杯。トレーニングを頑張るなんてね、当然のことなのよ。勝負の世界は非常なの、勝ってなんぼよ。それはまあそうだが。トレーニングを頑張ったビブロスがお願いを受け入れてもらってるんだから G1 で勝ってる私のお願いも受け入れられて当然じゃないかしら？印刷所入校杯は？え？印刷所入校杯は周回遅れじゃなかったっけ？ぐぬぬ。というわけで納得してもらえたかな？トップロードさん。トップロードさんもお願いしてたわ。すごいお店に連れて行ってくださいって。そしたら天皇賞は惜しかったけどよく頑張ったな。じゃあ俺おすすめの店に行こうかってどこかに行く約束をしてたわ。吉野家でビブロスと鉢合いそう。わかる？勝てなくてもお願いを聞いてもらってたの。だったらトレーナーも印刷所入校杯で負けた私のお願い聞いてくれたっていいじゃない。成田トップロードは普段から貧困構成だからな。天皇賞も勝てなかったとはいえ掲示板入りはしてたし頑張ってたよ。私は？印刷所の出禁掲示板入りしそうじゃない？ちょっと、さっきからなんなのよ。私がこれだけ丁寧に頼み込んでるのに。丁寧ではないだろ。トレーナーと担当馬は一心同体でしょ？力を貸してくれたっていいじゃないの。何でもかんでも無条件に力を貸していたらそれはドボ先生のためにならないからな。俺はトレーナーでもあるが人生の先輩でもある。それはわかるな？まあ。トレーナーの中には担当馬の結果だけを求めて人間性のことなんか考えない奴もいるが俺はそいつらとは価値観が合わなくてな。もちろん否定はしないぞ。アスリート馬娘として結果を残すことは今後の人生に影響を与えるのは事実だ。しかし影響した先の人生において人間性というものが影響してくるんだ。おっと、ちょっと話が難しくなってきちゃったかな。簡単に言えば俺はドボ先生にいい子に育ってほしいってことさ。トレーナー。すぐに助けを求める。自分は悪くない。そんな他力本願だとか多責思考だとかは絶対に人間関係で悪影響を及ぼす。そうならないために突き放したってわけさ。そっか。私のために言ってくれてたのね。よし、書類作成は終わり。それで何に困ってるんだ？話だけは聞くよ。え？俺は最初に言ったよな、忙しいから無理って。手が空いたからひとまず話は聞くよ、助ける助けないはそれからだ。本当にどうしようもない状況なのに手を貸さないのはさすがに違うからな。それも話を聞いてみないことには判断できないからね。ありがとう、トレーナー。まずはこのイラストを見てほしいの。これはスーパークリークか？すごい上手だな。そうよね、クリークさんに見えるわよね。なんだ？含みのある言い方をして。でもよく見て、少し胸が大きいとは思わない？そもそもスーパークリークは大きいだろ。クリークさんの胸は大きいけどそれよりも大きいのよ。いや、そう言われてもな。まあいいわ、本題はここからね。このイラストを描いたのはモアチェストロレーヌよ。モアチェストロレーヌ？
聞いたことのない人だな。この人はイラストレーターなんだけどね。圧倒的な画力で一気に界隈で名前が売れてるの。特徴は胸を盛ることでファンの間ではモルチェ先生として親しまれているそうよ。へえ、そうなんだ。可愛らしく温かみがあり顔が左右のどちら向きでも崩れるようなことはない。か。確かにこれは人気が出るのも納得だ。当てつけやめて。ロボ先生は自分の画力向上にもっと力を入れた方がいいよ。でもまあイラストは個人による創造物だからそこに書き手の願望だとかが注入されるのは仕方のないことじゃないかな。確かにね。けどモアチェストロレーヌはそんな生優しいもんじゃないわ。次はこれを見て、同じくモアチェストロレーヌが描いたイラストよ。どれどれ。これが誰だかわかる？これは、サイレンス鈴鹿、かな？いや、しかしこのサイズは、トレーナーが即答できないのも無理はないわ。これを鈴鹿と呼んでいいかどうかは意見の分かれるところね。だよな。こう言っちゃなんだが明らかに現実とかけ離れてるだろ。そうなのよ。ここまで盛られてるとサイレンス鈴鹿と断言するのはちょっとためらうな。鈴鹿のコスプレをした誰かとかそんな言い回しの方がしっくりくるくらいね。まったく、神をも恐れぬとんでもない所用よ。でもさ、SNS で投稿されてるファンアートとか見ると明らかに実際以上に盛られてるのなんていくらでもあるよな。確かに今の SNS を見ると当たり前のように盛られているわ。美少女ゲーとかだと数字以上のボリュームで書かれるのが当たり前になってるよな。ゲームにマジレスしたところで意味なんてないんだろうけど。ゲーム内のキャラが過小申告してるとか。年齢は過剰申告だけどな。学園もののエッチなゲームで登場人物は全員18歳以上ですって無理がないか？突っ込むだけ野暮ってものよ。まあ確かに。突っ込むのはハロン棒だけで十分でしょ。ロボ先生。ともかく。私たちはゲームじゃないわ。こうやって実在しているの。鈴鹿も現実に存在しているの。鈴鹿は貧乳であることがアイデンティティみたいなとこあるのにそれを盛るなんて失礼の極みだと思わない？ロボ先生こそ失礼の極みじゃないか？今私の話はいいから、83あるし。こいつ。じゃあ話を戻すけど結局このモルチェ先生の何が問題なのさ。ネットが大荒れなのよ。確かに以前からそういう小競り合いはあったけどモアチェストロレーヌの登場によって激化したって感じね。どんな感じで？鈴鹿さんに盛るな。これくらいあった。大体この派閥で論争になってるわね。そっか。これくらいあったとか抜かすやつはまず眼科に行け。お前こそ眼科に行け、目が曇ってんじゃねえのか？あれ？大体ってことはまた別の意見もあるの？巨乳平面説派がいるから面倒なのよ。侵入こそ真の巨乳という説を唱える派閥だったっけ？そんなこんなで大荒れ状態で下手に新作を書いたりしたらネット上にはびこる巨乳警察貧乳警察に噛みつかれそうで困ってるってわけなの。助けてトレーナー。レースに関係ないことだったから助けなくていいよね。トレーナー？マルシュも同人界隈に仲間入りか。トレセン学園の作家先生もどんどん増えてきたな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。